おはようございます。冒頭6件、お話を申し上げたいと思います。まず、令和2年度補正予算が昨日成立をいたしました。厚生労働省関係では、追加額として一般会計で7270億円、労働保険特別会計で9101億円、合計1兆6371億円となっております。この補正予算を活用して、引き続き新型コロナウイルス感染症から国民の皆さんの生命と健康を守るため、感染拡大防止に取り組み、また医療提供体制の整備、福祉サービス等の確保に努めてまいります。また、雇用や国民生活への影響を最小限にとどめるため、雇用の維持、生活の支援、資金繰り支援等に引き続き取り組んでまいります。具体的には新たに創設する新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により、各都道府県のさまざまな取り組みを柔軟に支援することを通じて、医療の現場を全力で支えていきたいと思います。今後、都道府県から5月末までに事業実施計画を提出していただき、6月中にも決定をする。また、すでに実施をされている事業にも遡って充当することが可能ということにしております。例えば、都道府県等で新型コロナ感染症患者を受け入れる病床の確保や、軽症者の方などを宿泊療養するためのホテル等の確保が進められておりますけれども、これらを国としても支援をいたします。また、自治体や地元の医師会等の連携の下で設置が進んでおります PCR の検査センター等の整備についても支援をし、検査体制のさらなる充実と強化を図っていきたいと考えております。今後の見通しも踏まえ、各都道府県による取り組みや医療機関間の役割分担、人材確保等に関する各地域の具体的な議論がさらに進んでいくことを期待をしております。また、雇用調整助成金についても、今般の補正予算で大幅に拡充をしております。先月25日に発表いたしました休業要請に応じた中小企業に対して休業手当に対して全額を一額上限の範囲で助成すると雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について本日省令を改正いたしましたのでしっかりと周知をするとともに申請に向けての対応また申請から受給までの期間の短縮化、基本的には2週間以内での支給を目指して、迅速な支給に努めてまいります。2点目になりますけれども、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容によって、新型コロナウイルスへの感染の恐れに大きな不安を抱える場合もあります。母と子という2つの命を守るという観点から、そして、ひいては少子化対策にもつながっていきますが、妊娠中の女性労働者が安心して妊娠を継続し、子どもを産み育てられるような環境を整備することが重要であります。このため、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置の指針、今お手元に配られていると思いますが、これを改正をし、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに同指針に追加することについて、本日、労働政策審議会に持ち回りで諮問を行います。具体的には、妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等で医師または助産師からその作業における、その作業というのは、女性が働いているその作業なんですが、における新型コロナウイルスへの感染の恐れに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして指導を受け、事業主に申し出た場合に、事業主はこの指導に基づき、作業の制限、例えば感染の恐れの低い作業に転換をしていく、あるいは在宅勤務、休業といった出勤の制限等の必要な措置を講じなければならないというものであります。これはお手元に配っております男女雇用機会均等法の12条以下のに基づくものであります。したがって、これに従う必要があればですね、事業主に対してこの29条で報告を求め、助言、指導もしくは勧告をすることができる。
さらに30条で、勧告をしても、いわば従わない、こういった場合には、その旨を公表することができる、大変強い規定となっているところであります。労働政策委員会の答申で、了承いただければ、5月7日にも新しい告示を適用できるように準備を進めていきたいと思います。また、妊産婦や乳児の健康上の不安に対して助産師がお答えする臨時電話相談、今週水曜日4月29日から実施をしておりますが、妊産婦の皆さんやご家族などから新型コロナウイルス感染のリスクや健康状態のご不安など、さまざまなご相談をいただいております。初日の29日には145件、2日目の30日には160件のご相談があり、一部、なかなか電話がつながらないということもあります。回線数も増加をして対応することにしております。また、連休中も5月6日まで毎日相談を受け付けておりますので、0120-220-273、こちらの方にぜひ気軽にご相談をいただきたいというふうに思います。3点目は、雇用調整助成金等の相談申請窓口の関係であります。5月2日から6日までのゴールデン期間中も、全国47の都道府県労働局、コールセンターにおいて雇用調整助成金の電話相談を実施するほか、相談申請を受けておりますすべてのハローワーク434カ所において相談受付窓口を引き続き開いてまいります。また、全国の都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口においても労働相談を実施をしております。働く方や事業主からの業務管理、助成金に関する相談、職業相談など、さまざまな相談に対応してまいりますので、そちらの方の活用も図っていただきたいと思います。4点目でありますけれども、ここにちょっとポスターを貼らせていただいておりますけれども、現在、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師はじめ、多くの医療従事者の皆さんは、国民の命と健康を守るため、この新型コロナウイルス感染のリスクのある中、この感染症等に立ち向かっていただいております。改めて医療従事者の皆さん方のこうした対応に心から感謝を申し上げ、またそれを支えておられるご家族をはじめ、多くの皆さん方に御礼を申し上げたいと思います。しかし、こうした中で医療従事者への不当な偏見や差別が指摘をされておりまして、こうした偏見や差別は決して許されるものでもなく、また看過できるものでもありません。このため、厚生労働省としても、医療従事者にありがとうという気持ちを込めた啓発のこのチラシを作らせていただいて、さらに周知や啓発を図っていきたいと思っております。また、各地でブルーライトアップという運動を展開をしていただいており、こうした気持ちをそれぞれの地域、あるいはそれぞれの団体の方々、関係者のさまざまな形で表明をしていただいている、これも大変ありがたいというふうに思います。また、日本放送、ヤフーニュース、LINE 株式会社などなど、医療従事者の応援を発信する、そうした取り組みも広がっているところであります。官民ともにそれぞれができる形でですね、取り組みを進めていくことが、医療従事者で、まさにそうした新型コロナウイルス感染症と直接立ち向かっている皆さん方に対する強い支援にもなると思っておりますので、どうか国民の皆さんのご協力とご理解をお願いしたいと思います。4点目でありますが、妊婦マスクの関係で、妊婦向け布製マスクについてであります。これまで市町村から報告があった事例について、その中身を分類いたしますと、黄ばみ、カビの疑いがあるのではないか、異物、混入、汚れ等がありました。黄ばみについては、これ分析をしたところ、染料によるものではなく、生地本来の色が残ったものであって、品質は問題がないということが専門機関からで分析によって確認されました。また、カビの疑いがあるのではないかとの申し出については、現在、それを実際培養しなければなりません。2週間ぐらいかかるそうなんですけれども、そうした調査を行っているところであります。今後もですね、少しでもこうした問題があるものについては、国が検品によりすべて排除するということにしております。また、今後の配布事業については、妊婦の皆さんの不安を払拭するとともに、これ以上、市町村に確認作業の負担をかけることがないように、現在、市町村で
この妊婦の皆さんに配布するマスクをとどめていただいておりますが、これについてはすべて国に返送いただいて、国において返品を行うこととし、妊婦の方々に対して改めて5月中旬から1人2枚ずつ検品を行って新しいマスクを配布することにしております。なお、これまで市町村に配布済みマスク47万枚ありますが、このうち市町村から報告があったもの、これは先ほど申し上げた品質上問題がないということが専門機関から確認された黄ばみなども含めて4万6934件ございました。最後でありますけれども、こうした感染症拡大する中で、患者の方と医療従事者の方、双方の感染防止を図る観点から、初診も含めて、電話やオンラインによる診療を可能とし、合わせて患者の利便の向上を可能としているところであります。そうした中で、患者の利便の向上を図るため、厚生労働省のホームページで、実施医療機関の一覧を各都道府県別に4月24日から公表しております。4月30日時点でありますけれども、電話やオンラインによる診療を実施していただいている医療機関は全国で1万1739機関、そのうち初診から実施しておられる医療機関は全国で4904機関と広がっており、毎日この登録が増えているところであります。現在、診療所、病院とは約11万機関あるということでありますから、約1割以上の機関において、そうした対応を取っていただいているということであります。私どもとしても、まず患者の皆さんがこれを利用するときに分かりやすいリーフレットを作成して周知をし、また医療機関向けにもどういう実施手順でやったらいいのか、マニュアルも作成して周知を図っているところであります。引き続き電話やオンラインによる診療の活用も図っていただいて、必要な医療が適切に受けていただける、そうした環境の整備に取り組んでいきたいと思っております。私の方からは以上であります。ありがとうございます。